まあキューバもハリケーンのね影響下にあるので、毎年ハリケーンは来ますけれども、でもキューバでハリケーンで人が亡くなるっていうのはあんまり聞かないな。アメリカではよく亡くなるけど、毎年のように来るんでね、そういう風な災害対策みたいなのがねしっかりやってるみたいです。沖縄はね毎年猛烈な台風が来ますけどね、そうそう人は亡くならないので多分同じような感じだと思うんですけど、まあ、一応今日のハマキの説明も、見ての通りラモンアロネスのねスペシャリーセレクテッドですね、ロブストのストロングなブランドのシガー。ラムアロネスもねストロングブランドなんですけれども、結構ね、その人のイメージでブランドの強弱っていう風なのを頭の中で、思い込んでる方が多いんですけれども、このブランドはどのぐらいの強さ、強いか弱いかっていうのはハバノスがねオフィシャルで決めてますんで、ストロングブランドだと、パルタガス、ボリバー、ベゲーロス、ラモンアロネスですね。よいしょ。そうでしたっけ、ラモンアロネスの紹介。何を紹介してねしてないかね、ちょっとね記憶がねごちゃごちゃになっててね分からなくなる時があるんで、そうそう、今日ねこのテーブルに着く前に面白いものが落ちてまして、テーブルの上にこれがありましたね。まあ見ての通りオヨデモントレーのリングと、あとこれLCDH のリングですね、エンジ色の。つまりこの席にいた人が昨日かわからないですけれども、オヨデモントレーの LCDH を吸ってたわけですっていうのがわかるんですけれども、何だと思います？何吸ってたんでしょうね。果たして何でしょう。オヨデモントレーの LCDH は、まあ最初に思い浮かぶとしたら、そうエピクールデルクセですね、ノコさん。エピクールデルクセかなと思ったんですけれども、リングゲージがね小さいんですよね、それよりも。デルクセだとこのロブストよりも太いサイズなんですけれども、ハイランスね。となるとそれよりも細いオヨデモントレーの LCDH になるとエレガンテスですね。間違いないですね。この席で葉巻を捨てた人はオヨデモントレーエレガンテスを吸ってました。まあ、葉巻探偵なのでねすぐ分かるんですけれど、なんだ葉巻探偵って。そうそう、公式がねこの葉巻はストロングとかねフルとかね出してますからね。フル、ミディアムフル、ミディアムライトライトっていうような感じで、
話ついでに出てきたのでね、LCDH ってなんだ、ラカサデルハバノってなんだっていうようなね話をしましょうかね。ラカサデルハバノって言ったら、その言葉の通りハバノの家っていう意味なんですけれども、何かっていうと、ハバノスのフランチャイズショップっていう立ち位置なんですね。ラカサデルハバノのこのロゴと名前を付けられている小売店はハバノスのフランチャイズショップって扱いになるので、ハバノスの正規代理店ということになります。つまりディストリビューターからしか葉巻が入ってきてない、他のところから並行品は入れてないので、 LCDH イコールラカサデルハバノのショップに置いてある葉巻は全て本物ということになります。この全て本物っていうのはハバノスでさえ保証してるってことなんですね。つまりどれほど怪しい葉巻があっても本物っていうようなことなんですね。こうリングがずれてたり箱の印刷がおかしかったり、本当にハバノスが作ったものでもおかしいなっていうふうなものもねあるんで、ね、それは手作りなんでしょうがないんですけれども、 LCDH に置いてたら全て本物です。つまり逆に言うと LCDH じゃないショップって並行店なんですね、全て。なので、偽物が入っていないという保証はないんですね。当然お店の人は保証するでしょうけれども、要はメーカー保証と販売店保証、ね、中古車、その違いみたいな感じです。ちょっと違うかな前の配信でも言いましたけども、日本ロレックスとディスカウントショップのロレックスみたいな違いですね。で、じゃあこの LCDH のリングは何かっていうと、この LCDH のリングのついてる詩が結構ありますよね。いくつも見られたことあると思うんですけど、ちょこちょこまめに作られたり、あるいはいつの間にか廃盤になったり、あるいは昔のものがねリバイバルしたりっていうふうにあると思うんですけども、このエンジ色のリングにはラカサデルハバンって書いてあります。でこれが LCDH のロゴそのものなんですね。なので、このリングがついてるシガーは LCDH のショップ専用のものということになります。 LCDH 限定ですね。つまり先ほどお話ししたオヨのエピクール・デ・エルクセとかオヨのエレガンテスとか、あとはアプマンのロイヤル・ロブストであるとかノエラスであるとかラマーロネスのスーペリオルスであるとかボリバーのゴールドメダル今度出ますねであるとか、そういうこの LCDH のリングがついてるシガーっていうのは LCDH のショップでしか売ってはいけませんよってハバノスが言ってるんですね、実は。なので、LCDH ショップじゃないのに LCDH のダブルリングがついてる葉巻を置いてるところはその品付けを守ってないっていうことになります。実はイコール 100% 並行品っていうふうなことになりますね。フェイクシガーの話が出たのでついでにお話ししますと、フェイクシガーっていうとコイーバとかねモンテクリストとかねすごいポピュラーな世界的にも知られてる名前の葉巻なんだろうが作られるんだろうなと、偽物ではっていうふうに思われてる人が多いんですけれども、どんなブランドでも偽葉巻が作られています。ローカルブランドでも例えばベガスロバイナであるとかディプロマチコスであるとか、そんな偽物を作って誰が買うんだろうなというふうに思いますけれどもね。いやでもね、昔ベガスロバイナのフェイクシガーを見せてもらった時ありますけれども、あれはねわからないですね。見ただけでもう触っただけでも絶対にわからないです。なぜかというと俺が見てもわからなかったですから。ハバノスって偽物防止のために箱とかリングに細工がしてあるんですね。
こう例えば日本のお札にマイクロプリントされてるみたいな感じ、あんな感じで分からないように偽物対策がの罠が仕込まれてるんですね。それもね軽々とクリアしてました。で吸ってみても分からない。簡単な話、キューバのハウスロールに本物のリンゴをつければ誰にも分からないんですよね。味はハバナだしね、葉巻はそれぞれ味が違いますから、いろんなバラエティの味、いろんなブランドの味がありますけれども、これはハバナだなっていうのは味と香りで分かるんですね。でも大きく違うずれてる葉巻っていうのも中にはそういうロットもあるかもしれない。なぜなら味も香りもハバナだからっていうところで判断を鈍らせるんですよね。だから葉巻は本物の保証がある正規代理店 LCDH だけでしか買わない方が本当はいいです。偽物ですか本物ですかとかね、よく聞かれるんですけれども、まず見る前にどこで買いましたかっていうふうにこれは聞きますね。だから LCDH だったら見るまでもなく本物だからですよ。LCDH でなかったら、チェックしてみます。一般的に知られてる本物に施されてる仕掛けと、あと一般には知られていない本物に施されてる仕掛け、それを見て。でもそれもねいたちごっこみたいなものなので難しいですよね。アバノスってデザインチェンジ、リングのデザインをちょこちょこ変えたりしますけれども、その頻度が一番高いのってコイーバなんですよね。なぜかというと一番有名なハバノスの葉巻だから、つまり一番偽物が作られるから。だからリングのデザインを変えるスパンがとても速いんですね、他の葉巻に比べて。キューバの印刷技術で作れるものはね、他の先進国は普通に簡単に作れそうな気もしますからね。本当いたちごっこですよ。でもねそんな偽物の葉巻をね吸わされる方はたまったもんじゃないですからね。葉巻は別に安いものでもないですし、で何よりも吸うのに時間を使いますからね。1本1時間と貴重な時間を偽物を燃やすためにね使うなんていうのはね人生の損失ですからね。ですからまあ当然消費活動なのでね値段できるだけ安いところを探したい、見つけたい、買いたいっていうのは当然の心理なんですけれども、葉巻をどうしたいかっていうふうなのを思うといいかもしれないですね。安い葉巻を吸いたいのか、安心して美味しい葉巻を吸いたいのか、そこにどのぐらいコストをかけられるかっていうふうなことだと思うんですよね。まあネットショップでもね偽物とか売ってるお店とかね普通にありますからね。すごい少ない量しか買わないのに何本からでも送料無料であるとか、あるいは他のネットショップとかの相場のレンジよりも随分低いなっていう風なところとかは相当怪しいなっていう風に思ったりもしますし、そう要はねお金持ちじゃなくてもそのリスクにコストをどれだけ許容できるかっていう風な話の問題なので。だっ
ってね、むしろ偽物吸うぐらいだったら葉巻吸わない方がいいじゃないですかね。まあだからネットショップ、特にね、偽シガー、フェイクシガーが多いのはネットショップでの購入なので、皆さんね、話聞いてみると、ネットショップで買うんだったら LCDH のネットショップで買ったらいいんじゃないですかっていうふうには話してますけれどもね。どうにしろね、日本の小売店でもね、堂々と偽物売ってるお店とかがね、あるぐらいですからね。まあ難しい問題なんですよね。例えばね、ブランド品とかはね、偽物とかね、摘発されるじゃないですか。そういうふうなものを売ったりね、してたら。でもね、ハバノスってキューバのメーカーなんですよね。なので著作権とかがアメリカ陣営で保護されてないんですよ。これもすげえ話だなと思いますけど、商標とかのオリジナリティが定まってないので、恋バの灰皿とか恋バの名前がついてるお酒とか勝手に作ってる業者とかが結構いるんですよ。オフィシャルじゃないやつ、ハバノス SR。なのでそのパチモンの恋バアシュトレとかのね、写真とかがね、インスタとかツイッターとかで見るとっていうふうに思っちゃうんですけれども、まあ、トニーがいいならね、いいんじゃないですか。でも幸せなら OK です。でもね、これがよくある問題になって、キューバ産のコイーバがある。でもノンキューバン、ドミニカンコイーバとかもあったりするんですよね。だからキューバにあるブランドがノンキューバンでも同じ名前のブランドがある。でも若干色合いとかロゴが違う。これは何なんだっていうふうなのね、よく聞かれるんですよね。全てのキューバブランドはノンキューバのでも同じ名前のがあります。あれ、この話前もしたかな。まあいいか、しますね。そもそもキューバ革命が起こる前はキューバも普通に資本主義原理で動く国でした。で、葉巻というのは全てが、工場ごとに会社が分かれてました。で、コール・ララナーガはコール・ララナーガの工場でララナーガを作っていた。エル・レイ・デル・ムンドはエル・レイ・デル・ムンドの工場で、作っていた。で、それぞれ、バックに銀行とかがついてたりして、そこからお金を借りて工場を回転させて商品を売っていたりした。これがね、革命が起きたらどうなったかというと、全ての工場は国有化されました。全てクバタバコっていう、組織のもとに紐づくことになったんですね。なので個々の工場ごとに稼働していて仕事をしていたのが、材料もクバタバコから一括で仕入れられて、それが各工場に分配されて、で工場ごとに、工場の名前のブランドの葉巻を作るんじゃなくて、その工場で何の種類の葉巻でも作る。例えばアップマン工場でもモンテクリストも巻くし、コイーバも巻くし、何でも巻くっていう風になりました。財産がね、全て国有化されてたまったもんじゃないのは資本家です。その工場のオーナーだったり、その工場で資産を持っていた人たちですね。どうするかというと、逃げ出しました、キューバから。そう、バカルディみたいにね、昨日お話しした。そして他の国で葉巻工場をまた立ち上げるんです。キューバが国有化されて共産主義化して、アメリカと国交が断絶しました。今までキューバ葉巻の一番の譲渡国だったアメリカが葉巻が購入できなくなったんですね。アメリカ人は世界で一番葉巻が好きですから。
でもキューバから葉巻が入らない。じゃあどうするか。アメリカ資本でアメリカの衛星国家ドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスにタバコ農場を作って葉巻を任せたんですね。そこに来たのがキューバから脱出してきた、キューバの葉巻工場を持っていた資本家たちでした。彼らは自分たちが運営していた工場の名前のブランドを冠してノンキューバンのシガーをまた作り始めました。それがノンキューバンでキューバシガーのブランド名が使われているものがある理由なんですね。言ってみれば日本でもよくある元祖と本家みたいな感じの話ですよね。わかりやすいですけれども、当人たちにとってはバッチバチでしょうね。何しろキューバからしたら、本来国有化すべき財産を持って逃げ出した人たちで、出てった人たちにとっては国有化とはいえ自分たちが作った、資産をね全部取ってた泥棒ですから。そういうことでキューバも自分の国の商品を守らないといけないので原産地故障証明っていうふうなのをつけ始めたんですね。要はシャンパンと名乗るためには厳格な条件があるんですね。シャンパーニュ地方で作られて材料はどうのこうのっていうふうな感じで、そうでなければシャンパンと名乗れない。キューバもハバノスと名前を名乗るためにはこういう条件が必要ですよっていうのを条件付けしてるんですね。それが、DOT だったっけな、略称して DTO だったっけな、すいませんパッと出てこないんですけれども、ハバノスの箱の右上の隅に斜めにシールが白いの貼ってありますよね。ハバノスっていうロゴ、その下にちっちゃくアルファベットがついてるんですけど、それが原産地故障証明、原産地保護証明保護の、印になっています。ああいうののね後ろ盾になってるのはね大体アメリカですから、ブランド保護とか商標保護とかね、アメリカが協力してくれないっていうことは非常に辛いわけなんですけれども、ただ、今年の頭だったっけな、画期的なことが起こって、ハバノスのブランドの商標の権利がどこにあるのかっていうのをユーロの国際裁判所にね訴え出してたんですね。でそれがすんごい長い時間かかってけんけんがくがくだったんですけれども、判決としてはこのブランドはキューバの持ち物であるっていうのが実は出てるんですね。ノンキューバンであるコイーバ、モンテクリスト、ロメオ・クリエイタ、パルタガス、もろもろの名前、その名前の正当な持ち主はキューバである、ハバノス SR であるっていうふうなことになりましたが、刑事的なものではないので、日本で言ったらもう民事的なものですよね。その判決は強制力は特にない。今後ついてくるのかもしれないですけどので、現状何も変わってないです。ただヨーロッパ側の判断では、そういった葉巻のブランドの商標の持ち主はキューバであるという決着になりました。というかね、ノンキューバのリングとか箱ってデザインが根本的にキューバと違うんですよね。だからたとえ知らないブランドであっても見た瞬間にキューバかなノンキューバかなっていうのはすぐ分かるんですよ。
キューバのデザイン、このリングも箱もそうですけれども、独特の癖があるんですよね。言ってみると今風じゃなくてちょっとレトロでダサいような感じのイメージなんですけれども、それがハバノスの良さなんですかね。といってもツイッターでお話しした通りドレスボックスとかの、ね、デザインが今全面的に、ね、リニューアルが進んでいるので、今後はそういう風なものも、ね、見られなくなるかもしれないですけど、それでもやっぱりキューバっぽさっていうのは、ね、残ってるんですよね。特にね古いリングとかは、古い箱とかはね、その特徴が顕著ですよね。キューバでいろいろ見聞して、いろんな人とね知り合いになって、そういう風なものとか見せてもらったりとか教えてもらったりとか勉強させていろいろねしましたけれど、やっぱね独特ですよね。古い歴史を持つ葉巻ほどそれが顕著なような気がするんですよね。例えばコイーバとかは革命後に生まれたブランドですから、かなりね現代的なね洗練されたデザインなんですよ。新しいやつで言ったらサンクリストバル・デ・ラ・ハバナとかベルゲロスとかも全然新しいですし、ベガス・ローバイナなんかも新しい。リンゴを見ると分かるんですけれども、ハバノスのリングって金色がよく使われますよね。金か赤か黄色みたいなのが多いんですけれども、このね金色のところが印刷でキラキラしてる。もう紙の質自体、紙自体がもう金色のものを使ってるもの、これはコイーバとかベガス・ロバイナとかなんですけど、それって新しいブランドなんですよ。そうじゃなくて顔料みたいなので染めて上からつけてるやつ、例えばパルタガスとかはアップマンであるとか、ああいうのってその部分の色がね変色しやすいんですけれども、上から塗ってあるやつだから、それって古いブランドっていうのがね分かるんですよね。要は昔ながらのその作り方をしてるから、それを続けてるからだと思うんですけれども。ちなみにコイーバの話しましたけれども、コイーバというブランドを作ったのはフィデル・カストロです。葉巻の話してるとね、葉巻に関わる有名人とか偉人の話をねするのが好きな人いるじゃないですか。俺も結構好きですけど、例えばチャーチルとかケネディとか吉田茂とか。でもね、彼らはただ葉巻を吸ってるだけ、葉巻を吸う有名人であって、葉巻で有名なわけではないんですよね。葉巻の世界に何か偉業を残したわけではない。そういったところのナンバーワンの人、誰かって言ったら多分フィデル・カストロだと思うんですよね。ご存知の通りキューバ革命の立役者、長い間キューバの権力を握ってきた人なんですけれども、政治家でありながらで革命者でありながら葉巻の世界に足跡を残したんですね。なぜならコイーバを作ったから世界一有名な葉巻を作ったんですが、すごいですよね。この話もそのうちいずれ動画のネタにしようと思ってたんですけれども、革命以前から葉巻ありました。でフィデル・カストロは葉巻が好きでね、よく吸ってました。革命の戦いの中でもね。革命がなった後、お抱えの運転手のチーチョっていう男が葉巻を吸ってて、それがとてもいい香りだったらしいんですね。でフィデルはその葉巻は何だっていうふうに教えてもらったところ、チーチャの知り合いの
エルラギート工場の工場長に巻いてもらってる葉巻だっていうふうに答えたらしいです。でそれが大変気に入ったフィデルはそれをたくさんねもらったわけで、これは素晴らしい葉巻。キューバといえば葉巻である。なので、国家の権威を示すためのギフトとしてこの葉巻を、ブランド化して、ディプロマットシーガー、要は政府高官あるいは大使館、キューバに来た国家元首なんかにプレゼントするためのブランドを作るということでコイーバが生まれました。最初にできたコイーバはランセロ、そのチーチョが捨ていてフィデル・カストロが気に入った葉巻です。ちなみにコイーバっていうのはもう失われてしまいましたけれども、キューバに元から住んでいた原住民の人たち、タイノー族っていう人たちなんですけどの言葉で、タバコを意味する言葉だったらしいです。そのままですね。なのでコイーバのロゴに写ってる横向きの人のシルエット、あれはタイのインディアン、タイノ族の横側のシルエットらしいです。っていうのが本当にざっくりとしたコイーバの起源なんですけど、チーチョだったっけな、運転手の名前ちょっとね戻ったらねもう一回確認しますけれどもね、外人の名前はね覚えにくい。そういうふうにね、革命を超えても葉巻っていうのは作られ続けてるんですよ。昨日もお話した通り、キューバが一度も良くならずに経済状況はどんどん悪くなって世界情勢も悪くなっていく。で葉巻自体も値上がりしたし、環境としてはねどんどん悪くなっていく。もしかしたらいずれ葉巻は作られなくなっちゃうんじゃないのか、キューバ葉巻は終わるんじゃないのかっていうふうに思う人もね中にはいるかもしれないです。そんなことも聞かれることはありました。でもね、キューバから葉巻はなくならないです、おそらく。例えばですね、さっきもお話したシャンパンですね。フランスでシャンパンが生まれたのはブルボン朝の頃でした。修道士のドン・ペリニョンがね偶然発見したんですけど、そのブルボン王朝から今数えて第五共和制まで来てますけれども、フランスはその間幾度も政権が変わって革命が変わって国自体変わって、なんとね王族すらもいなくなってしまったわけなんですけど、でもシャンパンは作られ続けてますよね。その土地に根付いた農業生産品っていうのはなくならないんです、ずっと。だから俺は心配してないです。初めて見た時はおばさんかと思ってました。そうですね、髪縛ってますしね、横向くとこうポニーテールみたいな感じにコイーバのロゴになってますけど、後ろで髪の毛を縛ってるインディアンのシルエットなんですよ。こうねガラッとね葉巻するのも別にそれもそれで楽しいしいいと思うんですけども、ハバノスはリング一つ、箱の模様一つ全てに理由があるので、それ一個一個ね謎をね解明していくのもね非常に面白いプロセスだと思うんですよ。例えばドレスボックスの蓋の上の面、両サイドの手前の面、蓋開いた内側の面にもいろいろ模様がついてますけど、位置にすら名前っていうのがちゃんとあるんですよね、それぞれ。でもそれ知ってどうするんだって話なんで別に知る必要はないんですけれども、
あとハバノスのキャビネット、正確にはスライドリッドボックスって言うんですけど、木でできて上蓋をスライドさせて開ける箱ですね。みんなキャビネットキャビネットって言ってますけれども、あれがニス塗りとニス塗りじゃないやつがあるじゃないですか。バーニッシュとアンバーニッシュっていう風に言いますけれども、あれもちゃんと理由がありますね。バーニッシュ、つまりニス塗りの箱って高級ラインの葉巻なんですね。トリニダとかコイーバとか。それは何でかっていうと、空気をそんなにたくさん取り込まないようにニスでブロックしてるんですね。当然隙間から空気は入りますけれども、必要最小限しか入ってこない。角に木を通して呼吸をさせない。なんでかっていうと、動画でもお話ししましたが、あんまり大量の空気にさらされると葉巻の成分が抜けてしまうからですね。そういうふうに箱一つとってもちゃんとストーリーがあります。葉巻のブレンドやレシピがあり、それに合わせて葉を選定してるんですか？その通りです。工場にはブレンダーの役割の人がいます。で、その人は工場長と同格の地位にあったんです。そのレシピは、工場長であっても、伝えることはないです。そのブレンダーのことをリガドールっていうんですけれども、彼らは、レシピを持っています。で、各種品種の葉巻で、各種品種のタバコで、タバコの葉っぱって上から順になるんですけれども、どの位置でどのぐらい寝かせたものかとか、そういったもので材料がいく種類もあるんですね。それを組み合わせて、一個一個袋に入れてトルセドールに渡すんですよね。これでこれ作れ。なので葉巻の味を決めてるのはそのリガドールです。トルセドールじゃないんです。トルセドールっていうのは名前の通り、ただ巻く人だけなの、巻くだけの人なので、葉巻の味に何ら影響も及ぼせないんですよ。要はウイスキーで言えば、ウイスキーの味を決めるのはマスターブレンダーじゃないですか。トルセドールはポットスチルの周りでいろいろとその上流層のね世話を焼いてるだけの人になるので、だからどんなに巻くのがうまいトルセドールの名手とかいうふうな人も結構ね自称してる人いますけれども、彼らはただの機械です。彼らが巻くから葉巻が美味しくなるっていうのはありえません。関係ない話なので。葉巻の味がそれぞれ違うのは、当然原材料が揃っていたとしても、それはそもそも農作物なので、できた時点でちょっとずつ揺らぎがあるんですよね。それが乾燥熟成を発酵を経た時にまたちょっとずつ変わってきますし、で当然巻いた時の口当たりですね、力加減であるとか、どういうふうに巻いたかであるとか、それでも味変わってきます。で出来上がった葉巻を、エスカパラテって言われる、熟成させたりするんですけど、そこでもまた、違いが生まれる。でそれを箱の中に詰めて、輸送している時、それが届いたお店で管理されている環境っていうふうなことで、無限に選択肢ができて味わいに変化が出てくるんですよね。でもレシピ自体は厳密に、ありその通りに作っているけれども、それぞれの違いが出てくる。それは個性って言われるものなんですよね。葉巻はニコチンタルはありますか？もちろんあります。タバコの葉っぱにはニコチンが含まれてますし、物を燃やすとタールが発生します。タールの主成分は油です。だからね、葉巻って油物なんですよ。特に若い葉巻とか触るとね、油っぽいじゃないですか。オイリーだ、テカテカしてたりね。これがね、美味しさの
元なんです。精油分と言ったらいいんでしょうか。これを熱した時に出るアロマも香りますし、煙自体にね香りありますけど、正しくはこの油分が熱されてじわじわ出てきたアロマ分なんですよね。紙巻きタバコにはニコチンタールの数は数字で表記されてますけど、箱にね。葉巻にはニコチンタールの表記はされてない。なんでかっていうと、成分無調整だから測れないんですよね。例えば脂肪分が何パーセント入ってる牛乳っていうのは、あれはね、牛さんの体調とか食べてる餌によってね、出てくるものは違いますから、一回脂肪分を抜き取って規定の量を入れてるからパーセンテージが分かるんですよね。タバコも全くそれと同じなので、そういう風に数値が出せるわけです。そうですね、スーパーに並んでる人参にね、ベータカロテン何点何ミリグラムとかいう風に表記されてないのは、それは人参によって違うからっていう風なのと同じことです。うわ、なんか今日曇ってるな。日本じゃないけど、なんかザーって降ってきそうな感じの予感がする。それでもキューバそろそろ雨季だから、いつ降ってもおかしくないんですけれども、キューバは季節は雨季と乾季です。2種類だけ。言うても常に暑いんで、日本の感覚で言ったらいつも夏みたいな感じなんですけど。お疲れ様でした。日本って今、金曜日土曜日キューバ時差が今13時間あるので、一番最悪な時差ですよね。半日違う。逆転してるわけですから。土曜日ですか。土曜の夜ですかね。じゃあ日本だとね、テレビ見たりしたらね、曜日がわかるんでね、何曜ってわかりますけど、こっちじゃわかんないですからね。じゃあそろそろ玉木も質量の感じなので、こちらも、ライブ配信を終わりにしたいと思います。本日もありがとうございました。ではまた。